さあ今日はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーのご紹介です。メーカーがねバトラーパワーっていうブランドのリチウムイオンバッテリーになります。最近リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの値段がだいぶ下がってきて、今までの鉛バッテリーをやめてリチウムイオンバッテリーに乗せ替える方も多いと思うんですけど、冬特に寒い時期はちょっと注意が必要で、何かっていうと0度以下で充電するとあまり良くない、氷点下では充電することができない、そういう問題が今までリチウムイオンバッテリーにはありました。で、放電に関してはマイナス10度ぐらいであれば問題なく使えるんですけど、充電はとにかく氷点下になったらダメだと。その問題を解決してくれるのがこの製品になります。もうここに書いてますけど、低温充電加熱。何かっていうと、このセルの周りにヒーターを搭載していて、0度以下になるとヒーターがオンになると。で、バッテリーが5度以上になったらヒーターが自動で止まってくれると。そういうような製品になります。で、今まだ11月なんで、今外の気温が10度ぐらいあるので、ちょっとそこのテストができない状態なんですけど、カタログによるとマイナス20度まで大丈夫ということなので、この冬ちょっといろいろ使って試したいなと考えてます。ではまず最初に付属品ですね。バッテリーの本体がこちらで、こういう袋に、キャップだね、キャップと説明書、保証書のポリシーが書いてます。5年間の保証になってます。で、あとは端子のところのネジですねが付属品です。次に仕様を見ていこうと思います。バッテリーのセルのタイプがリン酸鉄リチウムイオン、電池容量が 100Ah で、電圧が 12.8V なんで、これ全体の容量が 1280Wh ですね。で、この本体への充電の電圧は 14.2 から 14.6V、 充電電流は MAX100Aで充電できます。で、放電の方ですね。放電の方も 100A になるので、MAX1280W まで出力ができると。で、充電がマイナス20度から50度まで対応。これがすごいですね。普通充電は0度からなんで、マイナス20度からできるっていうのは、このセルがマイナス20度でもいいわけではなくて、0度以下になったらヒーターがオンになるんで、充電はマイナス20度からできますよと。で、放電もマイナス20度から60度まで使えるということなので、かなりレンジが広いですね。製品のサイズが 329mm の奥行きが 172mm で、高さが 214mm で、重さはめちゃくちゃ軽いです。ちょっと重さがね記載がないんですけど、めちゃくちゃ軽いです。同じ容量の鉛バッテリーに比べたら半分ぐらいの重さなんで、結構軽い。こんな座ってでも持ってます。ちょっと重いけど、このバッテリーの最大の特徴は低温でも充電できるヒーターがついてるっていうところなんですけど、もう一つあって、アプリをダウンロードしてアプリと接続ができると。要はこのバッテリーの状態を携帯でモニタリングできると、そういう機能がついてます。これはめちゃくちゃ便利で、特にポータブル電源よく使う方だったら残容量とかすぐ分かるし、今何ワット出力してるかなとか、何ワットで充電してるかなとかっていうのが一目で分かると思うんですけど、こういうタイプのバッテリーだとそこがモニタリングできないんで、今の状況がどんなんなのかっていうのがちょっと分かりづらいっていうのが一つありました。ただアプリを使うことでそこら辺が全て把握できるっていうところで、もうほぼほぼポータブル電源みたいな使い方ができるかなと思います。最初届いたらね、一回満充電にしてから使った方がいいので、もうすでに一回充電はしています。で、ちょっとアプリをダウンロードしていろいろやってみます。これですね、このアプリになります。説明書にこのアプリを落としてくださいっていうのは出てるので、ちょっと今アプリ開いてみたんですけど、ちょっと外が明るくて見づらいので、キャンピングカーに設置してから車の中でちょっとアプリは見てみようと思います。では実際にインバーターつなげたりして、ちょっと出力したりしてみようと思います。で、このバッテリーを使う時に AC100V 交流ですね、要は交流の 100V で
使いたい場合はこういうインバーターっていう装置を別で準備する必要があります。でこのインバーターっていうのが DC12V でバッテリーから電気を供給して出力を AC の 100V ですると、そういうような製品になってます。でこっちも出力何ワットまでっていうのがあるんですけど、これは MAX1000W まで出せるインバーターですね。MAX1000W 出せるインバーターなんですけど、常時 1000W ずっと出すと結構このインバーターに負担がだいぶかかって良くないので、50% から 60% の出力に抑えといた方がいいかなと。なんでこのバッテリーが 100A の出力ができると。なんで 1280W まで使えるんで、このインバーターだと 1000W で 1000W でずっと使っちゃうとこのインバーターに負荷が多くかかりすぎるので、このバッテリー容量 BMS の容量で考えたらインバーターは 2000W ぐらいのインバーターにしておくのがいいかなと思います。配線なんですけど、もともとこのインバーターにはこういう線は付属してたんですけど、間にヒューズを入れてあげることを絶対忘れないように。でちょっとこっちのヒューズ、バッテリーとヒューズの間線が長すぎるんで、本来はこの半分ぐらいにしておいた方がいいかなと思います。でプラス側にヒューズを入れる。でなるべくバッテリーの近くにヒューズを入れるようにします。もうこうつけるんで、ここぐらいにヒューズがあってもいいかなっていう感じですね。そうしないとこの線の間で短絡したら危ない。ここまでここにしかヒューズがないんで、こっちのヒューズの先でショートする分にはヒューズが飛ぶんでいいんですけど、こっち側で何かあったらヒューズ飛ばなくて危ないんで、なるべくここは短くした方がいいです。 OK です。でつながりました。でこれもプラスとマイナスをつなぐだけです。でここの電源をオンすると電源が入ると。入りました。でちょっとまず扇風機やってみます。出力の小さいものから。はい、動きました。首振りにした方が分かりやすいか。こんな感じですね。アプリも立ち上げたんですけど、アプリ見るとボルテージが 13.35V で、容量は今 100%MAX ですよと。で、出力マイナス 25.48W、 バッテリー側から見てるのでマイナスですね。 25W で出力してますよと。で充電1回してるんでサイクルインデックスは1回という風に出てます。強にしたらどう？強にしたら 2.28A で 30W 出てますよと。こんな感じですね。でちょっともっと大きなこのインバーター 1000W まで出せるし、こっちも 1280W まで出せるんで、これいってみます。よし、じゃあまず 400W から。 400W、 はい、 400W です。どうでしょう。550W 出てる。ちょっとインバーターのね効率が悪いんだと思うんですけど、すごい 500W 出てます。今 40A か。だから 800W にしたら多分 80A 流れるんで、あんま良くないですね。この 1000W 超えてきちゃうんでインバーターに良くないんで、ちょっとここではやめておきます。で今ここも 1% 減って、ちょっとずつ減ってって、であとバッテリーがなくなるまで2時間20分で出てますね。それもこれでアプリで全部わかるんで、いいですね。問題なく出力できてます。でこのバッテリーをじゃあ次充電するとなった時は、リン酸鉄リチウムイオン専用のバッテリー充電器が必要になります。こういうのを持ってて、これで充電することができます。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器で、出力が 14.6V の 40A なんで 584W で充電しますよと。そういうのですね。充電器の反対側がこういう端子になってるんで、これをプラスとマイナスにつなげて充電してやると。で配線するときはここを外しておいて、先に挿してあげて、こ
箱とつないで充電すると。もうちょっとバッテリーが減ったら1回充電も試してみます。さあ 92% まで減ったんで、1回出力を止めて充電をしてみようと思います。これで今切ったんで 0W で 92% ですね。よし、配線終わりました。じゃあ充電器のここをつないであげて、はい、でコンセントを挿すと。で電源オン。これで充電開始するはずです。したね。今どれぐらいで充電してるかもまたアプリで見れるんで、こんな感じですね。ほら、今度はバッテリー側に電気が来てるんで 526.6W で充電してますと。残り12分で充電完了です。もう今 92% あるんで、残り12分で充電完了と。ここまで全部わかります。いや、素晴らしいですね。やっぱりアプリがあるとめちゃくちゃ便利ですね。もうこれでこのバッテリーの状態がほぼ常に監視できるんで、モニタリングできないとちょっと心配というか、今あと残量どれぐらいあるんだろうみたいなのがちょっと心配になって、で電圧、ここの2箇所電圧をテスターで測ってあげれば何%ぐらい残ってるかっていうのは分かるんですけど、負荷を全部外してから電圧測定しないとダメだったりするんで、いろいろめんどくさいんで、このアプリで見れるっていうのはめちゃくちゃ便利ですね。よし、では最後に車に設置して走行充電でちょっと充電してみようと思います。さあ、キャンピングカーへの設置が完了です。まずバッテリーがそこで、そこからこの上にここに 2000W のインバーターがあるんで、それと1個つないでます。そしてここに走行充電 DC/DC 充電器がここにあるんですけど、それとつないでます。でエンジンかけたらこっちに充電されると、そういうシステムです。でさっきちょっと外で光っちゃって見づらかったんで、ここにアプリがあるんでちょっと見てみます。バッテリーの電圧、そして今流れてるアンペア、パワー、アンペアだね。今は何もつないでないんで0アンペアです。でパワーがボルトと電圧と電流かけたのが横に表示されると。で、今のバッテリー残量は 92% と、そういう状態ですね。で今 2000W のインバーターつないでるんで、ちょっとさっきのヒーターを 800W で使ってみようと思います。よし、オン。まずは 400W から出ました。 34.72A でパワー 451W。 こっちのインバーターの方がだいぶ効率がいいみたい。 800W やってみます。はい。で BMS は 100A なんで 72A、 まだ大丈夫ですね。おお、出るね。あったけ。こんな感じ。これでいくと1時間17分あと使えて、今パワー 916W 出てます。で電圧が 12.7V。 なるほど。で今のバッテリーの温度は20度と、ここで全部確認できます。よし、じゃあ次 DC/DC の充電器があるんで、エンジンかけてちょっとバッテリーを充電してみようと思います。さあエンジンかけたんで、この DC/DC 充電器から多分充電されてるはず。どうでしょう。されてるね。 38.85A の 526W で充電してます。残り14分で充電できると。おお、早いね。こんな感じです。結構簡単に走行充電のシステムが組めるんで、これもいいですね。でこれで今まで一番気をつけないとダメだったのが、これエンジンかけたらもう自動で充電されちゃうんで、このリチウムイオンバッテリーに低温の時に
充電しない機能がついてればまだいいんですけど、その機能がついてなくて高温カットの BMS しかついてない場合は、冬寒い時とかエンジンかけたら勝手に充電しちゃってバッテリーに非常に良くない状態になっちゃうと、そういうのがあったんですけど、これだったら内蔵のヒーターが動いて温めてくれるんで問題ないと、そういうようなシステムですね。いや、これはちょっと冬楽しみです。ちょっとまだね、今年暖かいしまだまだ寒くならなそうなんで、冬またいろいろ試してみたいなと思います。So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on your sweet.